ご視聴ありがとうございます。今回は私鉄と JR で差がつきすぎた駅のご紹介です。完全無敵の立地を誇る私鉄と同じ名前とは思えない JR の駅との対比、そして今の姿になったいきさつをまとめて解説します。大幹線にくっつく2つの路線の意外な過去にも注目です。私が今乗っているのは中部地方最大の都市名古屋を起点とする近鉄名古屋線の下り列車です。近鉄名古屋線は名古屋と伊勢中川を結ぶ全長 78.8 キロの路線。 JR 関西本線、紀勢本線、そして第3セクターの伊勢鉄道と並走しているものの、近鉄が全線複線電化なのに対し、あちらは単線非電化区間を含むため近鉄が圧倒的に優位です。この路線の途中にある駅やはるか遠く賢島駅までを結ぶ長距離特急の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。16年に高架化された河原町駅に停車です。この次が今回ご紹介する近鉄四日市駅です。架線の作りが変わり、これまでの上下合わせて2本から合わせて3本のタイプになります。高速走行する路線で多く見られるタイプですが、名古屋線ではごく限られた場所にのみあります。そして近鉄四日市駅の前後は河原町駅の前後より先に高架化されているため、側壁の形状が途中で変わります。進路が3つある信号機を通過、駅の規模の大きさがうかがえます。その先で線路は複雑に入り組んでおり、2面4線の構内のさらに右側にも線路が張り出しています。影になっていますが、右奥にも別のホームがあるようです。この列車はこの駅で速達列車を退避するため、一番左の1番線に入ります。向かって左側には建物が接近。この建物は高架橋と部分的に一体化しているようです。私が乗っていた車両は3両編成。一番奥のホームはこの辺りから始まっており、停車している車両の先頭部が見えます。到着時刻は11時32分。この列車は実に13分停車します。隣の2番線にやってきたのは松阪行きの急行。名古屋線の料金不要列車では最速達の種別です。そして11時35分発のこの列車が出て4分後に発車するのが賢島行き特急です。先ほどの急行は2駅目でこの特急に追い抜かれます。日中1時間あたり9本ある名古屋線の列車のうち3本が特急です。近鉄には主要駅のみに停車するタイプの特急もあり、この駅に止まらない特急が日中毎時3本あるものの、上下線両方で2層建ての環急接続が行われる大規模な駅です。なお、停車駅を絞った特急列車である観光特急の島風もこの駅には止まります。ホームの下り方に向かいます。ホームの長さは210メートル余りで、10両編成も止まれそうですが、端はフェンスで仕切られており、現在発着する列車は最長8両までです。一番右のホームはさらに奥まで続き、この場所には3両編成の最後尾の車両が止まっています。先ほどの場所に戻ります。階段の上には湯の山温泉方面と四日市あすなろう鉄道線の文字が。この駅には名古屋線以外に2つの路線が乗り入れています。階段を降ります。名古屋線の下りと隣のホームはここから両側に階段などが伸びていますが、一番奥のホームは片側だけに階段などがあります。そして階段を上がり、ミラーが並ぶホームに停車しているのがこの駅で接続する湯の山線の湯の山温泉行き普通ワンマン列車です。そしてここを振り向いたところで湯の山線の線路は左カーブしています。近鉄四日市駅の全体像がこちらです。高架ホームは名古屋線の2面4線に湯の山線の1面2線が途中でくっつく配置で、湯の山線のホームだけがずれているのは駅周辺の線形によるものです。ただ湯の山線の線路は駅の先で合流しており、路線自体は単線です。3面6線の構造は起点の近鉄名古屋よりも大きく、2019年度の乗車人員は1日平均2万4000人ほど。三重県の県庁所在地である津駅は1万6000人ほどのため、この駅の存在の大きさが分かります。駅東側と真下には近鉄百貨店があるほか、西側に大規模商業施設も並び、にぎわいが絶えることはありません。バス乗り場も多数整備され、各方面へのバスが絶えず行き交っています。駅南側で近鉄の高架と交差し、
停車中の湯野山線の車両からも見えるこの道路、地域の交通を担っているのが分かります。一方 JR の駅はここから1キロほど東にあります。なんだかアレな感じが漂いますが、それは一旦置いといて、名古屋線のホームは路線と方向、種別で分けられているほか、ワンマン運転の湯野山線はミラーのある5、6番線を使います。このため各ホームの案内板はそれぞれ表示内容が異なり、一目でどの番線のものか分かります。ただしこれらの使い分けは絶対ではなく、先ほどの看板にあったような上り対比線である4番線から発車する下り列車や、湯野山線ホームである5番線から発車する名古屋線の列車も少数ながら存在します。5番線に停車中の列車から見た上り方の様子がこちら。名古屋線のポイントは男性ポイントと呼ばれる切り替わる部分のレールが曲がるタイプなのに対し、湯野山線はレールが部分的にそのまま動くタイプで、技術的に古く乗り心地も劣るもの。設備の違いがうかがえます。奥では4番線を回り込むように線路が引かれ、5番線からは名古屋線の上り線に乗り入れられます。日中毎時9本ある名古屋線に対し、湯野山線はこの通りほぼ30分間隔の少なさです。ホーム後方へ向かいます。屋根を支える支柱がこのホームだけ細いことにお気づきでしょうか。そして右側の6番線はホームの中ほどで終わります。下り方は行き止まりで、上り方も廃線の都合上名古屋線には行けません。5番線には6両までは止まれます。朝方の列車がこれに該当するのでしょうか。ホームがフェンスで塞がれたりはしていません。このカットだとよく見えませんが、下り方でも線路が複雑に入り組んでおり、下り対比線の先には引き上げ線もあるなど、運行上の役割が大きい駅です。そしてこの下にあの路線の乗り場があります。それが先ほどの看板に映っていた四日市あすなろう鉄道。レールの間隔が不自然に狭いのは、この路線がナローゲージと呼ばれる線路規格だからです。近鉄の線路と比べるとその差は歴然。レール同士の間隔は半分程度しかありません。そして近鉄とは別の会社が運営しているあの路線、駅構内はつながっていません。液晶モニター式の発車案内表示器を一通り眺めてから駅の外に出ます。駅の下り方、南口から外に出て右手にある階段の奥にある通路を進みます。少しだけ高さを上げるのはこの下にある道路を乗り越えるため。人気のない通路を進み、道路を越えた先で地上に降りてきました。ここを左右に折れた先にあるのが四日市あすなろう鉄道の起点、あすなろう四日市駅です。ここは 5.7 キロ先の宇都部駅までを結ぶ宇都部線の起点。途中の日永駅で分岐する八王子線の列車も乗り入れており、日永駅までは1時間あたり4本と湯野山線よりも本数が多くなります。ただしそこはナローゲージの路線。券売機は食券タイプで、車両もミニサイズです。この路線はもともと近鉄が運営していたものを、近鉄が 75%、四日市市が 25% を出資して設立された新会社、四日市あすなろう鉄道に15年に移管されたものです。近鉄時代から構内は他の路線とは分かれていました。名古屋と大阪を結ぶ名阪特急をはじめ、広大な路線網の一翼を担う名古屋線、そこから分岐する支線の湯野山線、そして第3セクターに分離された旧宇都部八王子線、これら3線とこの駅の歴史に関わってくるのが、ここから1キロほど離れた JR 関西本線の四日市駅。駅東側にそびえる近鉄百貨店に別れを告げ、 JR の駅へ向かいます。片側3車線の立派な道路、途中にはアーケードもあるので雨でも濡れません。大きめの建物が多い駅西側に比べ、こちらは小さめの建物が目立ち、昔ながらのアーケードも多いです。ただしこのアーケード、大通り沿いにあるのは150メートル程度で、四日市市役所を横目に進むうちに道路を行き交う車は少なくなり、だんだんと寂しい感じになります。そしてこの道路を10分くらい歩いて着く道路の突き当たりにあるのが JR 四日市駅です。タクシー乗り場まではテントがありますが、バス乗り場まではそれもなく、止まっている車両の数も全然違います。近鉄四日市駅とは比べ物にならない駅舎、同じ四日市の名前がついているとは思えません。厚みがあるのかと思いきやそうでもなく、フォローに困る感じです。ですが肝心なのは中身です。
さぞかし立派な内装なのかと思いきや、入り口には自動ドアはなく、内部はガランとしています。吹き抜けの天井も寂しい感じで、2階のスペースは塞がれているどころか階段自体立ち入れません。左奥にあるレンタサイクルの扱い所が謎の存在感を放ちます。発車案内表示器を見るとそこそこの本数がありそうに見えますが、上下とも毎時4本が大半。なお四日市駅には駅長がおらず、4駅隣の桑名駅が管理しています。改札機もこれしかなく、近鉄にはとてもかないません。改札内に入るとホームの後ろに並ぶ貨物列車が目を引きます。工場地帯で知られる四日市、近鉄は名古屋線で貨物輸送を行っていないため、貨物は JR の独占です。ホームはかなり長いようですが、右の方は様子が違います。ちょこんと止まっている炭鉱列車が気になりますね。ホームへ向かいます。だだっ広い跨線橋にはエレベーターこそありますが、エスカレーターなどはありません。にぎわいどころか歩いていても全く人とすれ違いません。ワンマン運転用のミラーは近鉄四日市にもありましたが、こちらは意味合いが違います。四日市を通る近鉄名古屋線の列車には車掌が乗りますが、関西本線ではワンマン列車が幅を利かせています。特急列車が入線です。この列車が紀勢本線へ乗り入れる特急南紀で、途中で第三セクターの伊勢鉄道に乗り入れ、関西本線と紀勢本線をショートカットします。その伊勢鉄道のホームがこのホームの奥にあります。一旦ホームの高さは低くなり、左右にはフェンスができます。露骨に離れた場所にあるのが伊勢鉄道のホーム。伊勢鉄道自体は2駅先の河原田駅が起点ですが、列車は四日市まで乗り入れてきます。四日市駅のホームは全部で3線で、こうして見ると旅客よりも貨物の方が存在感がある駅です。大きく違う両駅ですが、その歴史がわかるものが四日市駅のさらに下り方、構内を一望できるこの場所にあります。 JR 線の西側にある橋はただの道路橋に見えますが、その名板には伊勢電気鉄道の名があります。これはすでに存在しない会社であり、ここから見えてくる2つの駅と路線の歴史を解き明かしていきます。今ではこの南で JR から離れる近鉄の線路ですが、56年9月22日まで線形はこのようになっていました。近鉄と国鉄は四日市駅で接続しており、現在の近鉄四日市駅のそばには諏訪駅という駅がありました。最初に開業したのが現在の関西本線。元は関西鉄道という私鉄が建設した路線で、四日市駅前後の線形は1890年から94年にかけて作られたものです。そして湯野山線と四日市安名ロー鉄道の線路もそれぞれ異なる私鉄が作ったものです。かつては両方ともナローゲージで、1916年までに四日市駅への乗り入れを開始しています。その当時の様子がこちら。その後1929年、現在の近鉄名古屋線、当時の伊勢電気鉄道の桑名四日市間が開業。当時の市街地はこの辺りにあり、伊勢電気鉄道は市街地を突っ切るのが難しかったため、西に回り込むルートになりました。この時、湯野山線の前身である四日市鉄道と宇部八王子線の前身である三重道の路盤を四日市駅から諏訪駅に至るまで買収、両駅間を廃止して線路を敷きました。その後線路はさらに南に伸び、改良前の線形が出来上がりました。この時生じた最大のネックが四日市駅北側にあったこのカーブ。近隣の寺の名前から善光寺カーブと名付けられたこのカーブは半径100メートルというきつさで、スピードアップの妨げになっていたことはもちろん、後に近鉄標準となる21メートル級車両が入線できないなど改良が求められていました。そのため近鉄は国鉄四日市駅への乗り入れを廃止した上で、直線的に結ぶルートを計画。56年9月23日に線路が切り替えられ、諏訪駅は現在の近鉄四日市駅に移されました。湯野山線がホームの途中で名古屋線に食い込む線形はこのような経緯によるものです。この4年半ほど後には湯野山線が標準期に回帰され、同時に架線電圧も上げられ、宇部八王子線との乗り入れが終了。その後、近鉄の駅西側の発展が進みます。70年代には近鉄の駅の高架化工事が始まり、名古屋線と湯野山線が高架になり、74年6月に高架化工事が完了。合わせて宇部線のホームは道路の南側の現在の位置に移されました。
かつては同じナローゲージ路線として乗り入れも行っていた宇都部八王子線と湯野山線ですが、時代の流れは残酷です。近鉄が複線電化を生かして輸送力を増強したため、市街地は近鉄の駅周辺が発展し、国鉄側はそれに取り残されることになり、両駅の間には大きな差が開いています。ただし、現在の四日市駅舎や跨線橋などは近鉄の線路が移された後に作られたもので、国鉄の駅の改良にもつながっています。そして近鉄の高架化工事に伴い、一時的に名古屋線の対比線が使えなくなることを受けて設置されたのが冒頭の阿倉川駅の対比線です。この対比線は長らく残っていたものの、18年3月に廃止されています。一方、旧線の痕跡は他にも残っており、四日市駅の北側で線路が西に向きを変えた先の線路跡は道路として残っているほか、現在のアーケードの手前で曲がるところも残っています。この幅とカーブ、なかなかしびれますね。旧諏訪駅はアーケード街に埋もれてしまいましたが、探せばこのような看板もあります。ちなみに中はホールになっているようです。また、近鉄四日市から2駅下り方の宮窓駅の四日市寄りでは旧線が分岐するところが今でも残っています。レンタサイクルがあればパパッと回れるので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。